人でねちゃんと話すって初めてですね。そうですね。そうなんですよ。僕ドラゴンクエスト作った後に FF が出てきたんで、結構ライバルって意識してましたね。堀井さんはやっぱ仕掛けというか、今回の読解はこうだっていうのがすごく明確に分かるメッセージってあるじゃないですか。ちゃんと FF としても打ち出したいっていうのがあったので、次はどういうドラクエで来るのかなっていうのはすごく気にしてた。セブンもやりました。セフィロスのあれとかいろんな意表をつく設定があって楽しめましたね。基盤をはめて世界が広がることによってその世界観の中でその章立てのようにプレイできる。CG ロムになって容量あんまり気にしたく良くなったんですよね。ぐるぐるマップ回せるとかね。 3D になると今まで RPG で普通にやってたそういう謎解きギミックみたいのを捨てるんだろうなとか捨てないんだろうなって議論がすごくやったんですよ。で堀井さんもそのセブン作るにあたって、もしくはプレイステーションや3D とかにあたってこれは捨てなきゃなみたいなのってあったのか。そうですね。どうも。どうもこんにちは。お久しぶりですかね。そうでもこの前コフトソンと会いましたよ。そうですね。ラジオでちょっとご一緒させていただいて、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張しております。でも楽しみにしてます。どうもありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。どうも堀井雄二です。今日はよろしくお願いします。北瀬義則です。よろしくお願いします。はい、聞き手をファミツドットコム編集部の三岡が担当します。よろしくお願いします。先ほど先日のラジオでお会いしたっていうのはあったと思いますけど、お二人の接点とか最近それ以外にお会いしたとか何か思い出とかありますか？最初に会ったって覚えてます？ですね、ついさっきはたと思い出しまして、なんでこれ覚えてないんだろうなっていうのを思い出しまして、多分堀井さんは全然記憶にないと思うんですけども、スクエア時代に、クロノトリガー僕ちょっと関わってたんですけど、そうなんですね。当時ですね、クロノトリガーの開発の開発開始当初に、おそらく当時ゲームが今後 CD ロム化していくとか、巨大化していくっていう中で、ハリウッドのスタジオの作り方を学ぼうということで、サンフランシスコに出張に行かれたんですよ。そこでご一緒したことがあるんですよ。僕いましたっけ？おられました。僕カメラマンとして、ただ普通の社員としてそこで堀さんのE3 とかじゃなくて？違います。いわゆるなんていうかな、スタジオ見学みたいな感じでいろいろ当時のハリウッドのいわゆるCG とか、もしくは映画業界のスタジオの作り方をスタジオ見に行った記憶ありますね。そうリサーチ的な感じである、直接お話は多分当時はしてないんですけども、当時そのクロノトリガープロジェクトで間接的に出張の現場でちょっと設定があったっていうの。最初にね全日空ホテルで合宿したんですけど、あの時はいなかったですか？多分全日空ホテルは泊まったので、行ったと思いますけど、じゃあその時も打ち合わせはいたんです多分ね。かもしれないです。ラスボス決めたりとかいろんなことを記憶あるけどドリームプロジェクトの30年前の頃ですよね。そうですね。じゃあその頃は全然面識とはあったけどもお話はほとんどされてないっていう。もう本当に私はもう本当に入社してもうまだそんな間もない頃だったので。北瀬さんのこと知ったんだけど、2人でねちゃんと話すって初めてですね。そうなんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。じゃあまさに今回貴重な機会ということで、ぜひいろいろお伺いできればと思います。まずはそのお二人とも RPG の制作者としてロールプレイの原体験とかをお伺いしたいんですけど、お二人がゲーム開発となる以前に影響を受けたエンタメコンテンツ、特にゲームなどがあればお伺いしたいんですが、まずは堀井さんから。もういろいろなところで言ってるんですけど、やっぱウィザードリーとウルティマですね。ハマっちゃって、特にウィザードリーはもうすごいハマっちゃって延々やった記憶があるんで、ちょうどねアップルフェスタ見に行って、その後そういうゲームがあるっていうんで買ってきて持ってきて買ってそれで始めたんですよね。なんでアップルフェスタ行ったかっていうと、エニックスがやったゲームプラムコンテストで入賞した神戸で行ったんですね。ちなみに北瀬さんはゲームは開発者になる以前には影響を受けたものってありますか？僕はもうそれこそ堀さんが作られたゲームとかを遊んで、その後にこの業界に入った形であるので、当時はそのロゴンクエストはそれこそまだもちろん当然学生だったので、ドラクエ3の時は新宿のいわゆる家電量販店の周りを一周して並んだ記憶があります。ありがとうございます。発売日に
行列には並びましたねやっぱね。朝早い電車に乗って僕見に行ったんですわざわざちょうどね新宿が事務所あったんで新宿ヨドバシカメラに夜中自転車で見に行きました、ね、寒い中みんな並んでってくれてそれ悪い気がしてね本当にまあ毎回ね当時はニュースとかになってましたからね。そうゲーム以外のものでも影響を受けたこういったものがあったなっていうのがあればお聞きしたいんですけど。どうですかね。僕だからそういう意味じゃねタイムリープものが大好きなんですよ。過去に戻ったりとか大好きで、はいはい、何かとしてそれは使ってますよねいろいろ。ついついねドラマもねそういうの見ちゃうんですよね。テレビドラマも例えば信長シェフとかジンとか最近だと私の夫と結婚してとかあるんですけどもね面白いですよね。北瀬さんはいかがですか、この影響を受けた。まあそうですねまあ特にそのファイナルファンタジーって結構なんだろうなビジュアル部分に結構力を入れてた部分が、まあ、僕が入る前からもそうだったのでまあなんとかその映像方面にはスター・ウォーズが好きだった部分があったんでその映像方面で何かしらこうFF にね貢献できたらいいなって部分があったのでその映像面ではこう得てきたこうリズム感ですかねどう貯めてどうここで爆発させてみたいな部分のこう呼吸みたいな部分は結構学んでるところはあるかもしれないですね。で改めてそのドラゴンクエストファイナルファンタジーについての意識についてお伺いしたいんですけど、もともとそのエニックスとスクエアという別会社でナンバリングを競うように発売されてたタイトルだと思うんですけど、お互いどういった印象をお持ちだったのか、例えばライバルだったのかそれともそうでもなかったのかみたいなのをお伺いしたいんですがいかがでしたか。そうですね僕ドラゴンクエスト作った後に FF が出てきたんで、ある程度意識しましたね。で遊んでみて結構ゲームバランスきついなとか思ってるんですけどラスボスの前ですぐ死んじゃったりとかいろいろでも楽しく遊んでて、結構ライバルって意識してましたね。はい。北瀬さんはいかがですか。なんだろうな僕の立場ではライバルっていうほど偉くないのでもちろん当時のそのスクエアって会社自体の経営はもちろんライバル視はしてたんでしょうしそれこそあれですよねナンバリング自体ももちろん FF って後追いなのでナンバーの番号自体は後をかけていくわけじゃないですか。だけどそれこそ経営とかは半ば冗談でじゃあ今度の数字は欠番にして一つ数字を先にしようかみたいなことを半ば冗談で言うぐらいに多分当時の経営はライバル視してたんですけど、僕の立場だとどちらかというともちろん会社になる前からファンとしてプレーしてた側なのでリスペクトを持ちながらただやっぱ堀井さんはやっぱご上手なのは毎回仕掛けというか売りというかこのゲームはここが今回の動画はこうだっていうのがすごく明確に分かるメッセージってあるじゃないですか。そこはねすごく気にしてたというかかぶっちゃいけないっていうのもあるしやっぱそこのネタの部分でしっかりとFF としても勝ちたいというかなんていうかちゃんと FF としても打ち出したいっていうのがあったのでそこはすごく次はどういうドラクエで来るのかなっていうのはすごく気にしてましたねそこはね。堀井さんはやっぱり FF の新情報が出ると気にされたりとかはされたんですか。一応気にしましたね。で違うと思ったのは FF って主人公がガンガン喋るんですよね。だから思ってたのドラクエは自分が主人公が体験するドラマだけど FF は主人公を見るドラマかなと思って、結構セブンもやりましたね。だいぶ昔なんであんま覚えてないんですけど、もうだいぶもうね20年以上前なのでね、だからそこですからね。ドラクエって主人公とプレイヤーがある意味同一じゃないですか。で FF って要は自分となんだろう違うメンタルの状態になるわけですよ。そこがある意味なんだろうなこちらも作ってる側は結構割り切ってたというか吹っ切れてた部分はありますね。これはこれでありだなと思いましたね。方向的が違うけどこういうストーリーの仕方ってゲームがあるかなと思って、うちもここを喋らせて勝手に動かすっていうなんだろう誘惑に負けたことはないですか。いやね一番ね僕やられたと思ったのがドラクエってパーティーとか全滅しちゃって死んだ看護家のままなんですよ。で看護家のままでイベント始まるとどうしようってあってで死んでる場合死んでない場合といろいろあったんですけど FF は戦闘不能だったんですよ。そうかと思って戦闘になっただけでちゃんとイベントで生きてるんですよね。
まあ確かにそうなんですね。ゲーム作りの内情からするとそういうこうそのキャラクターがその時にいるかいないかとかっていうところは非常にこう制作コストの面でもね、結構ね苦労大した変なので、毎回悩むところですそこはね。あとはまあ主人公が喋るんである程度その話がなんか進みやすいっていうのがあるけども、まあ喋んないんで別に狂言回しだったりとかいろいろ周りから立てるっていうことをしてましたね。やっぱ作ってると例えばちょっと FF とは外れちゃうんですけどクロノトリガーとは比較的そっちのパターンだったけど、でもそこを最後までこうなんだろうな突き通せやり通せないというか、やっぱりどうしてもこうやりたいドラマっていう部分に主人公をここちらの都合で動かしたがっちゃうっていうのが出てきてしまって、そこを徹底されてるって部分はやっぱすごいなっていうのは真似できないなって普通にこう諦めちゃってます。まさに先ほどいろいろドラクエ FF をプレイされたという話だったんですけども、お二人が好きなドラゴンクエストファイナルファンタジーのナンバリングタイトルと思い出をお聞きしたいのですが、では堀井さんから。 FF はね10が好きでしたね。10がちょうどねボイスが入って映像も綺麗になってユーナとかの踊りとかすごくだったし、なんかあれでなんか FF のね完成形を見た気がしたんですね。まさに堀井さんがおっしゃった通りFF がこう7からある種こうなりたいなって目指してたこう方向性が7はだから CG にはなったけどボイスとか入ってなくてっていうその映像の技術もまだまだこうなんだろうなあんまり統一感がなく状態だったので、そこのこう一つの完成形みたいなのがボイスも入ってこうドラマがちゃんと見せられてっていう分でのこうあれが10ではまあ一旦到達した部分があると思うんで、そこはこうすごい評価させていただいて非常にありがたいです。嬉しかったのがやっぱデジタルの世界ってこっちのクリエイターがいわゆるコンピューター上でプログラムである意味全部作れるっていうのかな、僕らみたいなこうオタクの世界観の中で作ってるんですけど、ボイスの役者さんが入るっていうところで初めてこうなんだろうないわゆるこうコンピューター世界の人じゃない人たちっていうのかな、役者さんっていうこう力が入ってくることによってなんかすごく作品っていうのが広がった気がして、要するに閉じた世界じゃなくてよりこう一般のこうメジャーな世界の人のクリエイティブとこう融合することによって作品がこう非常に一般化したっていうのかなっていう嬉しさがありましたね。だから自分たちで全部作ったんじゃなくてこの人たちが加わると我々の発想になかったものをもたらしてくれるんだってところが非常に嬉しかったところですね。で北瀬さんがお好きなドラゴンクエストのナンバリングタイトルは？ドラクエ5ですかね。やっぱ結婚というネタがどこからそれを思いついたのかっていうでやっぱね皆さんどっちを選ぶかって話題に当時もなったわけじゃないですか。だからそこはやっぱ先ほども話したんですけど毎回ドラクエにはそういう売りというかなその作品のコンセプトを一言で表すようなこう多分ワードがあると思う。そこがもう強烈だったのがやっぱドラクエ5でしたかね。ちなみにどちらを選ばれたんですか？当時はビアンカでしたけど今やったら多分僕フロールそうなんですか。そこはやっぱそこもすごいなと思いました。やっぱ人生こう年を経ていくと変わるんだと思って変わるんだっていうのをある意味こう仕込んでる作品っていうところですごいなっていうのはそこは。未だに言われますからね。こんな長く言われると僕思わなかったですね確かにゲームで本気で悩んでもらおうと思ってあれを考えたんですよね。そうあれも最初から5やるとき最初からもこれでいこう。もうそうあと人生を書いてやろうと思って、親子3代っていうの親子3代ね、あれに勝る RPG はもうないと思ってるんで基本的にねビアンカ選ぶだろうなと思って書いたんですけどもいろいろ聞くと女子は結構フローラを選ぶ傾向が強いんですよね幼馴染の上にあこれ書いてんじゃないよ的なものがあったりするのかなと思ってやっぱ幼馴染でそういうこう青春を過ごしてきたってことなかったのでやっぱ憧れからそっち選ぶんですけど幼馴染信仰的な感じでだけどやっぱこの年になるとちょっと違うなって現実を見てくるまあね仕送りがあったりしますからねそれで
で今回まさにドラゴンクエスト7とファイナルファンタジー7のリメイクに合わせての対談ということで、お互いの7についてお聞きしていきます。オリジナル版のドラゴンクエスト7とファイナルファンタジー7プレイしてらっしゃるというお話もあったと思うんですけども、いかがでしたか、当時の感想。そうですね、やっぱり設定がすごい凝ってるなと思って、ミッドガルクとかね、セフィロスのあれとか、主人公がある程度作られた人間と記憶をね、植え付けられたとか、いろんなこの意表をつく設定があって、これで楽しめましたね。北瀬さんはドラゴンクエスト7はいかがでしたか。いわゆる石器版っていうシステムじゃないですか。そこでこうプレイヤーの遊び方をやっぱりこう変えてくるっていうかな、石器版一つ会話することによってこう一つのエピソード、ある意味オムニバスみたいな感じで構成されていくっていうところが非常に面白いなと。4で一応オムニバスってやれたじゃないですか。で、章立てのようにやってきたのを、またそれとは違う章立てっていうよりもその石板をこうはめて世界が広がっていくことによって、そこの一つのエピソードっていうのがいわゆるこう章立てっていうスタイルではなくて、その世界観の中でその章立てのようにプレイできる、オムニバスにプレイできるっていうのはこうまいシステムだなっていうのは思いましたね、そこは。でそこにも先ほど堀さんが言われてるように過去と現在とみたいな要素があって、なるほど、今先ほどの話聞いて確かにこういうところで出てきてるんだなと思って思いました。その7作目当時の開発のお話をちょっとお伺いしたいんですけども、やはり一番大きかったのは CD ロムへの変化っていうのがあったと思いますけども、それまではロムカートリッジでメガビットだったものがメガバイトになってものすごい大容量になっていくわけですけども、どのように使っていくかとかいろいろ悩まれた気もするんですけど、いかがでしたか。そうですね、CD ロムになって容量あんまり気にしたく良くなったんですよね。ぐるぐるマップ回せるとかね、でいろいろ石板隠してたんですけども、なんで石板にしたかっていうと、それもいろんなものを集めたんですけども、次は何集めようかと思って、マップ集めると楽しいんじゃないかと思ってたシステムなんですね。で石板集めると新しいマップに行けるという。CD ログ、これは堀さんにもお聞きしたいんですけども、CD ログっていうよりもやっぱ 3D にもなったので、やっぱ7作った時にそれまでの RPG のお約束って、例えばそのマップってこう 2D のマップがこうタイル上に貼るじゃないですか。でドラクエも1とか2でもそうですけど、お城のこう端っこまで行ってないなと思ったけど、一番端っこまでピッていくとこう画面右からこう階段が見えたりとか隠しツールがあるじゃないですか。それが 3D になるとそういう表現の仕方がきっとできなくなるから、今まで RPG で普通にやってたそういう謎解きギミックみたいのを捨てるんだろうなとか捨てないんだろうなって議論がすごくやったんですよ。その辺って堀井さんもその7作るにあたって、もしくはプレイステーションやこう 3D とかにあたって、なんかこれまで RPG でここは当たり前にやったけどこれは捨てなきゃなみたいなのって、あったのかな。そうですね、その時思ったのが、平面図だったんで、それまで、だから立体になった時に分かりにくいのって鷹の目っていうシステムなんですよね。マップピッて引いて上から見ると把握できるっていう、で把握していった頭入っちゃえば、回ってもなんとなく分かるかなっていうのがあって、で裏に階段とかいろいろつけて、それはそれで新しい仕掛けができたら楽しかったですからね。そうですね。FF の場合7の場合は当時はその回転とかできない、いわゆるプレレンダーのマップ 3D ではあるんだけど回転ができないマップだったので、ある意味パースがついてるので端っこ行ったらもう端がある世界なんですよね。無限に 2D に続く世界じゃないので、やっぱそういう端までギリギリまで行ったら、発見できなかった何かが見つかるっていう今までの文法で使えたギミックが使えなくなってしまうので、どうしようと 3D をやめようかやめまいかみたいな話はしていて、でもそこは諦めよう、 3D にして、新しく生まれる遊びっていうのはやっぱり探っていこうじゃないかみたいな議論をすごくした覚えある。あとはね、ディスク2枚組したんですけども、ドラゴンクエストってのは行った街もまた行けるんですね。ということは全部のデータを二重に持たなきゃならないですよ、いう苦しみがありましたね。そこは FF は結構ね割り切っちゃうからバリアで塞いじゃったりするんで、街を行けなくしちゃったりするんで、ドラゴンクエストやっぱそこは徹底してるのやっぱりすごいなっていうのは思います。バトルで言えばマテリアシステムが7では特徴的なので、当時ですね、企画した人間がプランナーがいて、
こういう球の球状のマテリアって球状のこう物体っていう設定なのでスフィアって名付けたんですね。スフィアシステムって名付けたんですけど、当時のこうプロデューサーである坂口さんがスフィアはこう分かりづらいと、マテリアって名前かなって返ってきました。そこだけどやっぱ今思うとやっぱマテリアってすごくユーザーさんには浸透してるので、やっぱ言いやすくて浸透してるんで、そこはなんかこうスフィアみたいなこうちょっとおしゃれな言い方じゃなくて、ちゃんとそのこうマテリアって4文字でこう響きのいい形っていうのはその当時のね坂口さんの先見の明がっていうか、さすがだなってやっぱり今思います。ドラクエの場合本当に分かりやすいんでスキルパネルですけどね。そうですね。そうなんですよ。だから我々はね、そういう意味で我々はこう変にこうなんだろうな、凝った名前を付けようとするんで、おしゃれですよね、なり方をね。付けちゃうんですよね。だから FF とジョブチェンジャーと転職なんですね。それドラクエさんのその現場スタッフとかではこういやこうしましょうよって上がってこないんですか？おしゃれなネームみたいな。そう上がってきてもいやこれ分かりにくいよって言って。そうですよね。そうなんですよね。やっぱマテリアだって。マテリアルでもないし、マテリアだってこう4文字で知ったってところがなるほどっていう。結構その当時のストーリーがいろいろ変わってきた時期かなというふうに思っていて、例えばドラクエでは漁師の息子っていう主人公ドラクエ7でなっていたりとか、今までのそれまでの RPG ってやっぱ勇者英雄みたいなものから変わっていった気もするんですけど、そういった時代背景みたいなのもあったりするんでしょうか？そうですね、セブンの場合普通の男の子っていう発想で始めたんですけども、ただね書いてるうちにねやっぱこれじゃなんか締まりが悪いなと思っていろいろ売らせて後付けつけたんですよね。でもやっぱりそれは今までの勇者からスタートっていうものから変えたかったっていうのはあったんですか？そうですね、例えばですね5なんか特にそうですね、自分が勇者じゃなくて自分の子供が勇者になるっていう、そういう意味でいろいろ考えてますよね。11だとね勇者なのにとりあえず閉じ込められちゃう、勇者悪だって言われちゃうっていうね、いろいろ手を変えシナリオ変えてますね。やっぱりシナリオ自体は僕と野島さんと野村哲也3人でこう、ある意味こうお互いこう書いたら渡して書いたら渡してって3人で持ち回り的な感じでやってるので、僕自身は普通のクラウドは普通のかっこいいヒーローでいくのかなと思ったらいつの間にかそういうキャラクターになってたっていうところはあります。先ほど堀さんも言われてましたけど FF って確かにそのプレイヤーとイコールじゃないので、クラウドがそこはこうなんとか野島さんシナリオライターの野島さんのテイストなのかもしれないですけども、その結果自分はソルジャーじゃなくて兵士だったってプレイヤーもなんだろう知らない状態の設定が出てくるじゃないですか。そこはそこで面白いのかなっていうか、ある意味叙述トリック的な感じのテイストはゲームでやるのは面白いのかなっていうのは、僕はどっちかというと結構客観的にそこは見てました。で改めて今度発売されるリメイク作、新たなプラットフォームで出るリメイク作の方にもお伺いしたいんですけど、リメイク作を作る際に目標として掲げられたことをお伺いしたいんですが、まずはドラクエ7の堀さんの方から。そうですね、やっぱその一番石板が見つけにくかった人が多いと思うんで、そこは見つけやすくしようと。あとは長すぎたところをある程度シェイプアップして全部切るっていうのはなくて、切る部分もあるし逆にフリーで楽しめる部分を作ったりとかもしましたね。最初にそのドールを見せられたんですね。作り物の人形すごいいい出来で、これすげえなと思って、でそれをからポリゴンを起こしてそれに合わせて街のマップを作ったんですけども、それがなんかすごいジオラマっぽくてね、僕ジオラマ大好きなんで、この街マップいいねみたいな、見た目いいねって言った記憶がありますね。そしてファイナルファンタジー7リメイクインタグレードの方ですけども、北瀬さんはリメイクを作る際に意識された点はいかがですか？2つあって、まずそのバトルが、当時アクティブタイムバトル、比較的こうコマンドバトルに近いアクティブタイムバトルであるのをこう今の時代にそのアクション的な要素を入れるのか入れないのかみたいな部分で、そこをこう両立させたいねっていうのがまず一つあったのと、あとはそのストーリーや世界観の部分ではやっぱその原作でやっぱ思い入れがあるシーンとか、ここだけは外せないねってところはやっぱり外さずに
しっかりと原作本を満足してもらいながらもその新しいお客さん今の現代のお客さんにもちゃんと楽しんでもらえるというところですかね。2点ですかね。今回ですねその両作のクリエイターである浜口さん市川さんに VTR をいただいておりますので、コメントをちょっと見ていこうと思います。ファイナルファンタジー7リメイクシリーズディレクターの浜口直樹です。ドラゴンクエスト7リーマジンドプロデューサーの市川武です。基本的に北さん、プロデューサー今回リメイクシリーズではプロデューサーやってて、クリエイティブはもうディレクターに任せるっていうスタンスなんで、基本的にもう好きにしていいよっていう感じではありました。原作の例えばミッドガルのデザインから含めてなんかもう全然現代風に全く違う風に変えちゃってもいいよぐらいな、そのぐらいのなんか感覚は北さんは持ってましたね。逆に言うと私が原作のファンだからこそミッドガルっていうデザインをなんか全く新しいデザインに変えるというよりかは、やっぱりデザインをベースにリスペクトしながらそこにどうディテールを増すかみたいな発想で私はリメイクを作ったんですけど、そのぐらい結構北さんはもうドラスティックに変えるなら変えちゃってもいいんじゃないぐらいな感覚はあったと思いますね。一番最初に企画を持ってきた時はもうこの人形主人公の人形についてはある状態でこの人形をモチーフにしたキャラクターデザインでいきたいと思ってますみたいな話をした時にはまず人形を褒めていただいて、でそれがゲームに落ちたタイミングで触ってもらったタイミングでも可愛いねいいねみたいに言ってもらえたので、まずは一安心っていう感じでした。特に、UI 周り、その辺の手触り感とかもどんなもんだろうみたいなところを触ってもらっていて、堀さん的にもここ直してほしいねみたいなところを言って、そこを、ある程度アドバイスいただいたところを直したらすごくドラクエっぽくかつ分かりやすくなったので、さすが堀さんだなみたいに思ったところがありました。非常にファンベースの多いタイトルじゃないですか。だからそれのリメイク作品っていうものがどの表現であればユーザーに受け入れられるのかなっていうところがチャレンジング的なところだったのかな。やっぱりちゃんとゲームとしてリメイク作品としてファンベースの人たちにちゃんと届くクオリティっていうのをしっかり定義しないといけなかったんで、そこがすごく気を使ったところかなと思います。野村さんとそのグラフィックのクオリティラインを特にクラウドとかを定めるのはよくもうプロモーションビデオでも出てる一番マコーロ爆破の列車から飛び降りるクラウドの顔アップみたいなところで何度も野村さんとチェックバックをしてたんで、あそこは結構クラウドの印象の、を決める、場所としては使ってましたね。一番意識したのはタイトル名考える時で、今回リーマジンドっていう単語を付けさせていただいていたんですけど、当然リメイクっていう単語も使うかどうかっていうのを検討していたんですけど、スクエニ作品のリメイク作品って考えるとやっぱり FF7 リメイクっていうの印象がすごく強かったのもあって、そことは違う思想でリメイクしていたっていうのもあって、違う単語を使おうみたいなところはすごく議論していました。鳥山先生のイラストの中でも等身低いってところで可愛らしさを表現する上で、あった表現ないかなっていうのを検討していく際に、国内外問わず人形をモチーフにした映像作品であったりとかゲームっていうのが世界中で受け入れられているってところを発見して、ドラクエ7のキャラクターの可愛らしさを生かしつつ7のちょっとダークな不条理が散りばめられた独特の空気感を表現するのにも最適かなというふうに考えてこのドールルックに至ったという感じです。ドラゴンクエストのこれナンバリングも、これまでいろいろリメイク作品って出してるじゃないですか。でもやっぱり今回のセブンってキャラクターの頭身から描画表現がすごく現代風というよりかは、現代風の技術を使ってすごく可愛らしく表現してるんで、あれは確かになんか新しいこれまでのリメイク作品で興味持ってくれたお客さんとはまた違うお客さんが興味持ってくれるんじゃないかなっていうのは私もすごい期待してますね。ありがとうございます。そうですね。FF もですしドラクエの中でもかなり頭身が低いキャラクターでもあるので、もうその可愛らしさを人形ですごく綺麗によく表現できたかなというふうに思ってます。先ほどちょっと浜口が出たお聞きしたいんですけども、
ドラクエとか F タリミ皆さんこうユーザーからやってきてから神格化しすぎてそこまで守らなくていいのにみたいな思ったことはないですか、現場のスタッフたちが。いや意外と自由にしてきますよ。そうですね。セブンも最初の島は徹底的に見てやるんですけども、あとある程度お任せみたいなとこがあって、最初こう1個クリアすれば操作性とか分かりやすさとかバランスも大体分かるんで、いろいろ言ってでこの感じでっていう感じで。北さんは例えばミッドガルをもっと大きく変えてもよかったかもっていういいよぐらいのアドバイスをされたというお話でしたけど、どっちかっていうとそうね、あまりこうセブンの原作だってもしくは FF としてのこうお約束みたいのに縛られすぎてこう発想がこう小さくなっちゃうと良くないなと思ったんで、そこはそうじゃなくていいよっていうのを象徴的に言ったわけですね。はい、やっぱりさっきもお話ありましたけど、ユーザーからすると大好きなゲームなので神格化しがちというか、それをクリエイターのせいで自分で変えていいのかっていうのは葛藤があるんじゃないかと思うんですけど、変えると大体賛否両論なんですよね。変えなくてよかったのとね、変えてありがとうとね、両方ありますね、やっぱりね。そして実はもう一本 VTR があるんですが、懐かしさと新しさのバランスをどう受け止めるかといったお話をされていらっしゃるんですね。見ていこうと思います。オリジナル版が非常にファンが多いので、今回のリメイク作品はリメイク作品の中にちゃんと原作のストーリーラインっていうのをリスペクトしてるとかオマージュしてるんですよ。要は原作のストーリーラインがリメイク作品の中では感じられて、そのストーリーラインが変わろうとするとゲームの世界観からこう修正してまたその原作のストーリーに戻そうっていうしたり、また変わるのかみたいな、要は新たなストーリーを描いてはいるんだけど、原作のストーリーっていうのはちゃんとその中に残した上で新たな展開をしているので、こう原作のストーリーが好きだっていうファンもそこから何かちょっとやっぱり新たな変化を期待するユーザーの両方が期待しながら、どっちに原作のまま準拠するんだろうか、もしくはちょっと変わるんだろうかみたいなのを期待しながらプレイできるっていうところが、今回の狙いとして作っているっていうところが一番ポイントなのかなと思います。ドラクエ7って短編集的な短編がどんどんつながっていって、やがて一個の大きな物語になるみたいな全体の構成なんですけど、その短編を組み替えてより原作が持っている独特の空気感とか物語の本筋っていうところは変えない形で進行しようと決めてました。でその上でオリジナル版でいうと100時間超えの長大なストーリーになっているので、いっぱい探索することになるんですけど、今回ギュッとまとめているので、その探索自体も結構短縮してテンポよくできるようになってます。石板もここにあるよってすごい主張してくれるのでエフェクトがすごいもうモリモリになって、その方が私はとにかく石板をすっごい集めるのが大変だったっていう記憶がこうあって、探しやすくアレンジされてるって聞いてるので、それは一ファンとしては非常に楽しみだなっていうのがあります。デザインはやっぱり原作で描ききれてなくて今作でこう描かれてるのって、やっぱりミッドガルのスラム街から見た光景だと思うんですよね。実際こうスラムってミッドガルの都市部のプレートの下にあるんで、全然光が入ってこないこう上に天井がずっとある状態なんですよね。でそれって別に原作から変わってないんだけど、原作って見下ろしのタイプのマップを歩くから、上に屋根がありますっていうのってあんまりユーザー伝わらないわけですよね。でもあそこの空気感とか、こういうだからこそスラムに住んでる人たちって死んだに反感を買うんだみたいなところってやっぱりこうリアルにこう作ってみないと分かんないところがあって、実際にこう 3D にして空間にしてようやくこういうリアリティでこういうふうにスラムの人たちって生活してるから、やっぱこういうふうにこう死んだ人たちにこう感情を持つとかっていうのもなんとなくこうちゃんと整合が取れるなみたいなところはリメイクして、自分自身がこう発見したというか、自分の中でも記憶に残っているというか特徴的に残ってますね。一番最初にエスタド島っていう最初の島を作ったんですけど、そこにある、町々に関してはすごく力を入れてます。城下町も家とか建物の配置を変えてちゃんとジオラマとしてギュッとまとまった形に調整していますし、ドールルックのジオラマ風を体験できる場所になっているんじゃないかなと思います。バトルシステムに関してもそうなんですけど、原作の
システムというかはリスペクトは必ずしてるんですよね。アクションベースに進化はしてるけどゲームのベース部分のコアな部分はやっぱりアクティブタイムバトルの ATB の設計っていうのはやっぱしっかり入れてあって、バトルの攻略性っていうところで言うと6割から7割はターンベースの ATB をベースとした攻略性っていうところでゲームの難易度を調整してて、どちらかというとアクション風な進化はしてるように見えても、なんかそんなにストレスがなくアクションができるっていうところのゲームなのかなとは思っています、はい、目指したいところは。そうですね、バトル部分に関しては、大方針として通常戦闘サクサクとで、物語の、メインとなるボス戦に関してはじっくりとバトルするっていう形で、ある程度レベル差が離れてる敵に関してはモンスターのシンボルに切りつけることでもうバトル自体スキップできて経験値入るみたいな仕様を入れることによってテンポをより上げて、でその上でボスバトルに関しては、今回職業の掛け持ちという形で1キャラにつき2個の職業を持てるようになったので、その組み合わせを楽しみつつ自分なりのキャラカスタマイズをしてボス戦に臨んでじっくり考えながらやってもらうっていう形でやってます。同じセブンなんですけども、もうだいぶねなんか作り方が違う、見た目が違うなと思って、ドラクエン7は可愛い感じですけども F7 ってリバーちょっとやってみたらとんでもない映像ですよねあれねしかもミッドガルのびっくりしたのはね、ミッドガル怪物とミッドガルテレビレポーターが入ったりとかしててねすげえなこれと思ってもっと思ったのが楽園のニオの登場シーンですか。もう結構遊んでるなと思ってそうです、ね、すげえ遊んでて見せると思ってね、全然遊んでるなと思って見てても楽しかったです。今ですとドラゴンクエスト7ですとキーファが帰ってくるっていうのがすごい大きなニュースで、大人なキーが出てくるというね、前はオリジナルは手紙だけだったんですけども、当時ね装備は書いてたんですよ。その時オリジナルでも悪いなと思って種まで言えると思わなくて北さんの方はセブンリメイクはだいぶいろんな新しいエピソードが入ったりとか、ジェシーの部分が増えたりとかフィーラーが増えたりとかいろいろありますけども、そういった部分については一緒に作られてらっしゃる感じ。リメイクシリーズの場合原作では一つの作品だったのを3部作として提供するので、やっぱそれこそ一作終わるごとにお客さんの次に対しての要望とかリクエストが結構来るので、そこに対しての開発者の自作に対してのフィードバックだったり、どこをやれてどこをやれないのかっていうバランスの取り方は非常に気にしてる感じですかね。だんだん今昨今のマルチプラットフォームになっているんですけども、こういったその開発環境の違いもあると思うんですけど、このマルチプラットフォームが拡大することについてのご意見ご感想いい点とかも含めてお聞きしたいんですが、堀さんはいかがですか。僕はねもう作り手としては本当により多くの人やってほしいんで、マルチプラットフォーム大歓迎ですよね。なんかこれゲームやるのはこれカードしかできないっていう時代がね結構辛かったんで、逆にねで世界同時発売も結構もうねデフォルトになりましたよね。その分ね作るのが大変だったんですけどね、英訳も同時にしたりね、ボイスも同時に取ったりとかね、いろいろ。以前はやっぱり開発のハードルが高かった、よりその時点でのハードウェアを生かしたグラフィックスとかって部分にギリギリチューンアップするためにやっぱりその複数じゃなくて単一ハードでエッジを目指すみたいな感じでやった部分があったんですけども、やっぱ今はどのハードもやっぱりスペックも上がってきてますし、そういった意味ではどのプラットフォーム選んでもクオリティ的にはかなり最高の目指せるって部分で、より多くのねお客さんに特にハンドヘルドマシンとかは家のリビングにいなくても遊べるっていうので非常にメリットだと思うんで、非常に幅広いお客さんにやっぱ遊んでもらえるって部分ではマルチプラットフォームの展開っていうのは非常に嬉しかったですね。そうですよね。今スマホだったりとかかなり小さいモバイルでもタブレットでも遊べたりしますからね。2026年にドラゴンクエストが40周年。はい、そうですね。で2027年にファイナルファンタジーが40周年という
これを迎える時代でゲームいろいろこう進化を遂げてるんですけど、でもやっぱ RPG の人気は今でもすごく強くって普遍的な魅力を持ってるなと思っています。で最近初めてドラクエや FF をプレイしたという若いユーザーもいるんですけども、 RPG のどんな点が魅力でユーザーに受け入れてられてるというふうに感じていらっしゃるのかをお聞きできますか？まあ単純にね強くなっていくでもまず魅力ですよね。まあ経験積めば強くなっていくプラスですね、やっぱり主人公になって別の人生を楽しめるっていうで、まあ映画とか小説もそうなんですけども、ゲームは自分で動かすのでより感情移入しやすいと思うんですよね。それがなんかで外れの道も行けたりとか、一応ドラクエって軽いレール引いてあるんですけども全然外れてもいいように作ってあるんで、その外れる楽しみとかね、いろんな楽しみができるんで、やっぱゲームって愛されるのかなと思って。あとはまあ一種のコミュニケーションツールではあると思うんですよ。ここ行ったそこ行ったこうしたああしたあれ見つかんないっていうそういう思い出もあるんで、そういう意味でね、まあ楽しい娯楽だなと思いますね。はい。そうですね、やっぱりストーリーとかが RPG だとストーリーの部分がやっぱり非常に特徴的だと思うので、まあ、やっぱセブンリメイクを発表していろいろメディアの方とかも世界のメディアの方も話した時に、やっぱゲームってそれこそセブンの原作で25年何年か前の作品なので、やっぱ UI とかグラフィックスっていうのがやっぱりどんどん今の時代から見ると古くなってっちゃってる部分があるんですけど、ストーリーに関してはほぼほぼ変えてないんですけど、もちろん今の時代に分かりやすいようにセリフ回しを変えてる部分があるんですけど、根本的なストーリーラインって変えてないんですけど、結構今のお客さんユーザーの方にもそこら辺は理解されてるっていうか楽しんでもらえてる部分があるんで、そこがやっぱ強いのかな。時代が変わってもUI とかグラフィックの部分は古くなってるんだけど、ストーリー部分はほぼそのままであっても時代を超えても通用するっていうのが非常に RPG っていうのは強いのかなと思いますけどね。なんかね、昔ってやっぱゲームってね結構目の敵にされた部分があるんですよいろいろ。それがね今回叙勲もらって国から表彰されるようになったと思ってね、なんかゲームクリエイター初めてなんですけども、若い人たちもこういうね希望を与えたかなと思って、でいずれね多分想像ですけども、そのうち YouTuber とかねコスプレイヤーも叙勲もらえるんじゃないかって時代来るんじゃないかと思いますねそして楽しいかなと思いますね。はい。いや本当にゲームが悪者にされてた時代ありましたからね、本当にね。本当にありがとうございます。まさに職業の広げていく感じ。そうですね。はい。はい、本日はですね、織裕二さんとお話できて非常に、楽しい時間を過ごせました。ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードですね、Nintendo Switch 2 Xbox シリーズ X ですにて発売中です。ゲームブースト機能など、遊びやすさが強化されてますので、ぜひ、遊んでください。剛さんとはねこうやって初めて話したけども、お互いセブンつながりということでいろんな話ができてすごく楽しかったです。ドラゴンクエスト7リイマジンドは2月5日発売です。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。どうも堀井裕二でした。